サンドストーンカラーですね。もうね、一言で言うとね、これもうめちゃくちゃ可愛いですよねこの色味開けてみて、プラチナとのね、違い、サーフェスドッグ2との相性どうなのってこのね画面構成がねめちゃくちゃ仕事はかどりました。やっぱいいなって思いましたね。どうもこんにちは。サーフェスファンチャンネルのタカフです。このチャンネルではサーフェス好きの僕がですね、サーフェス製品のレビュー動画やサーフェスに関する役立つ情報などをアップしていってます。お知らせなんですけども、サーフェスファンチャンネルとですね、LINE 公式アカウントの方ではサーフェスの無料購入相談なんかも、受け付けております。僕でよければ、無料でアドバイスいたしますので、よければメッセージください。はい。そして本日のテーマはこちらですね。サーフェスラップトップ4の、サンドストーンとプラチナの比較というところです。はい。僕が持ってるのはサーフェスラップトップ4の AMD Ryzen CPU のですねプラチナカラーのものなんですけども、今回こちらラップトップ4のサンドストーンカラーですね、メタル素材なんですけども、こちらをちょっとマイクロソフト様からねお借りすることができましたので、これとプラチナのね比較をちょっとしていきたいなと思っております。で一応こっちがですね、インテル CPU のラップトップ4になりまして、で実際ね、1週間お借りすることができたので、僕1週間ちょっと仕事としても使ってみたんですね。なのでその使用感なんかもね合わせてお伝えできたらなと思ってます。サーフェスラップトップ4のねお得なまとめ買いページの URL の方は概要欄の方に貼ってありますので、よろしければチェックしてみてください。それでは行きましょう。GO！ はい、それではですねまた僕の目線で見ていきたいと思います。はい、まずはねこんな感じなんですけども、これがサーフェスラップトップ4のサンドストーンカラーですね。もうね一言で言うとね、これもうめちゃくちゃ可愛いですよねこの色味。いやでもこんなねおっさんがね可愛いっていうのもねちょっと気持ち悪いと思うんですけども、とにかくねこのサンドストーンってもう色合いがねとてもいいんですよね。サラサラもしてるし、もうこの天板ここからねちょっと可愛らしさがね出てるっていう感じですよね。でこの天板もサンドストーンカラーなんですけど、このロゴもねちょっとピンクっぽい感じで、なってまして、それも相まってなんかまた可愛いって気持ち悪いっていう感想をちょっと受けますね。もうとにかくね、これだけが一番伝えたいとこですね、サンドストーンカラーの。なので、サーフェス女子にはですね一番、欲しい色味っていう感じですよね。実際ね本当にこの色がいいから、サーフェスが欲しいっていうね女性の方結構いらっしゃるんですよね。LINE 公式アカウントの方で相談受けてるんですけども、やっぱねこのサンドストーンがいいんだけど、高いやつしかないんですかねみたいな相談も受けたりするほど、このサンドストーンはね特に女性に人気なんですよね。その男性目線でもこのね素材感はすごいいいなと思います。そんな感じでして、一応ねポート類も見ていきますと、プラチナの時と一緒なんですけども、こちらにねサーフェスコネクトがついていまして、こちらはね USB-A と USB-C と、あとはイヤホンジャックっていう形ですね。で背面もプラチナの時とね同様にこのようなサラサラしている素材になってまして、でもマイクロソフトのねロゴがここに控えめにあるっていう、これもねいいですよね。開けた時にねマイクロソフトのロゴあんまり出てないんですよね、サーフェスってね。はい、それでは開けてみましょう。こんな感じですね。開けてみて、プラチナとのね、違い、はい、カバーをね開けてみるとこんな感じになってまして、サンドストーンの方はね、メタル素材という素材で作られてまして、でプラチナの方は前も紹介したようにアルカンターラっていう素材になってまして、そういうね違いがあるんですよね。でアルカンターラの方は、どちらかといえばねちょっと手触りのいい、高級感のあるような、手触りになってるんですけども、今回のねこのサンドストーンに関しましては、メタル素材でよりね合成感があるような素材となってます。実際ね早速この硬さがねやっぱ違うんですけども、前ね、プラチナの時にちょっと紹介したですねここのねちょっとたゆみっていうのがねプラチナの時にはあったんですけども、キーボードの部分がですねちょっとたゆむような感じですね。でもねこれは使っていたらね気にならなくなる部分ではあるんですけども、それがサンドストーンの方ですとここのね部分が
メタル素材になっていて、合成感がすごいありまして、硬い素材になっているので、キーボードのね、たゆみっていうのは感じられなかったですね。なのでキーボードの、ね、打鍵感としてはですね、メタル素材めちゃめちゃ僕好きでしたね。アルカンタラの時はね、ここの素材が、高級感があって、このパームレストの部分がねすごい良かったんですけども、キーボードの打鍵感に関してはこっちのメタル素材の方がとってもいい感じですね。語彙力いい感じですねっていうとしかちょっと伝えられないんですけど、こっちのそのメタル素材の方がですね、筐体部分ががっちりと硬い分ですね、安定した打鍵感が得られるっていう感じですね。であとは、中身のねこの色味もいいですよね。本当にサーフェス女子が欲しくなるような色味になってまして、天板もねすごい綺麗だったんですけど、その天板のカラーと一緒でこのパームレストの部分もねサンドストーンの色合いとなってまして、でなおかつキーボードもねこのようにちょっとねピンクがかったカラーになってるんですよね。そのトラックパッドのところもねこのような色になってますので、他のメーカーの PC とは一線を画しているような感じのカラーになってますよね。この配色美しすぎる。ちょっとねほらアップにするとこんな感じです。思う存分ここは見せていきたいと思います。綺麗ですよね。はい、で液晶の方なんですけども、こちらはね前もプラチナの時にもね、紹介した通りではあるんですけども、タッチパネルが、搭載されている PC ですので、こういう風にね、スマホのような感覚で手だけでですねブラウジングができるんですね。やっぱりねこれも直感的に操作することができますよね。これはねなかなかね他の PC にはね意外とないんですよね。今のそのスマホにね、すごい慣れているユーザーでしたらタッチパネル対応のディスプレイっていうのはなかなか便利ですよね。で次にですね、僕が今回このマイクロソフト様からですね、サンドストーンのラップトップ4を、インテル CPU として、お借りするときに最大のね関心事がですね、Surface Dock 2との相性どうなのっていうところがねめちゃくちゃ気になってたんですよね。他のね動画見てくださってる方は分かるかと思うんですけども、プラチナのね、こっちのちょっと AMD ライゼンの CPU の方だとSurface Dock 2とのちょっと相性が良くなかったなっていうのがあってですね、なかなか画面出力がね安定しないっていうのがあったんですけども、それはね、ライゼンのせいなのかなっていう風な仮説を立ったりしてたんですけど、実際インテル CPU は使っていてどうなんだろうっていうのはすごい知りたかったので、1週間ですね僕実際にこの Surface Dock 2をつなげて仕事としてずっと使っていたんですけども、全然こちらですね画面乱れることなく安定して画面出力できていたんですよね。素晴らしい。僕が買ったこの AMD ライゼンのやつがたまたま初期不良だったのかもしんないですけども、今回ね、お借りしたこのインテル CPU のラップトップ4に関しては、Surface Dock 2をね、使って2画面出力、合計3画面ですけど画面出力していても液晶が暗くなったりとか画面が荒れたりとか乱れるってことはなかったです。なのでこういうスタイルでですね僕ずっと仕事していたんですけども、やっぱねこれ快適でしたね。本当にめちゃくちゃ良かった。僕はね普段ウェブエンジニアとして仕事してるんですけども、このね27インチモニターを2枚出してさらにサブモニターとしてラップトップ4のこの画面を使うというサブモニターとしてですね、このね画面構成がねめちゃくちゃ仕事はかどりました。やっぱいいなって思いましたね。はい、例えばなんですけどもプログラミングねする時なんかでしたらこんな感じで左にソースコードを出しておいて、で右に Web のねページを出して開発中のプレビューページを出していて、で、さらに右でこの3枚目の方で Google Analytics のね、リアルタイムモニターなんかも出しちゃったりとかしてっていうような感じで3画面使うとですね効率的に仕事ができるんですよね。こんな感じで前もねご紹介してるんですけども、ノート PC クーラーこれをね使うと、画面の高さもちょうどいい高さになるんですけども、やっぱりねノート PC ラップトップ4がノート PC クーラーによって冷やされてですね PC の動きが安定してるなっていう感じは僕は受けましたね。これ Surface Book 3の時もねちょっと言ったんですけども、 Surface Book 3の方だとですねこっちの方に熱くなる
パーツ CPU が入っていますので、ノート PC クーラーでうまく冷やせなかったんですけどもっていうデメリットはあったよってお伝えしてるんですけども、ラップトップ4は CPU はこっちの方に入ってますので、ガンガンノート PC クーラーでね、冷やすことができて安定した作業ができるというところなんですよね。なのでね、僕は AMD Ryzen のラップトップ4持ってるんですけども、ちょっとやっぱインテルの方も欲しくなっちゃいましたね。はい、このスタイルはね、動画編集の時にも僕は結構いいなと思ってますね。というのはこんな感じで、左にね、プログラミングの時と一緒なんですけど、左で、編集画面、っていうのを出していまして、で右の方でプレビュー画面を出すと。で、一番ね、右には Twitter とか、Google のアナリティクスとかのやつをまた出すという感じで、やっぱねこのスタイルはね本当に作業効率がねめちゃくちゃはかどりますよね。クリエイター系のね方でしたらこのような、スタイルをおすすめいたしますっていうところですね。はい、ということでねちょっと結論をお話ししたいと思います。これはねあくまで持論なんですけども、実際ね僕両方とも、使ってみて思いましたのは、普通のね仕事、一般的な仕事でしたらこっちの AMD の CPU の方でも全然いきます。実際僕ね、こっち使っていて普通には仕事できていますので、もうね全くもって問題ない、Ryzen の CPU はね全くもって問題ない、PC と言えますね。でただ Surface Dock 2をね今回ねお見せしたように Surface Dock 2を使って僕みたいな27インチ 4K モニター2枚出力ね、する方とか、あとはですね音楽制作とかなんかそういうちょっと PC 能力にちょっとシビアなね性能をなんか求めるような、クリエイター系の方とかでした場合は、そういった方は僕インテル CPU の方が、いいんじゃないかなっていう、気がしますね。でこれなんでかって言いますと、これがまさに僕の持論なんですけども、世の中のね、大半の、CPU っていうのはやっぱりまだまだインテル CPU の方が多いんですね。シェア数が多いんです。ということはなんですけど、このインテル CPU が多いっていうことはですね、インテル CPU でソフトウェア、アプリケーションもですね開発されるであろうですし、で使う側のユーザーもねやっぱりインテル CPU の PC で操作する、ということが多いので、それだけねインテル CPU でのソフトウェア業界っていうのがね、こすられてるっていうような感覚だと僕は思うんですよね。どうしてもやっぱりまだ、Ryzen の方はインテル CPU に比べたら実例が少ないというか、その分テストもされなかったりするのかなっていうとこはあるかとは思いますので、さっきも言ったね、Surface Dock 2を使ったりとか音楽制作とかそういうシビアなね仕事をする人はインテル CPU の方がいいかなと思うんですけども、大半の人は Surface Dock 2をね、使いもしないですし、オフィス操作だったりとか、ウェブ閲覧とか動画視聴とか大体こっちの方が大変だと思いますので、大半の人は、コスパのいいね AMD Ryzen CPU の方がいいんじゃないのかなというところですね。実際僕も、こっちの AMD Ryzen の方で仕事はできているわけですので、あとは、その人のね、価値観だったりによるっていう感じですかね。あとはやっぱ色ですね。サンドストーンっていうこの色が欲しいから、こっちがいいんだっていうね方でしたら、もうそんな性能スペックと言わずに色で選んだらいいかなと思います。はい、本日の内容は以上になりますね。このチャンネルではこんな感じで、Surface 中心の情報をお届けしております。Surface をですねすでに持っている方、欲しい方、気になる方はですねチャンネル登録していただけるとお役立ち情報をお届けできるかなと思います。それでは以上になります。バイバーイ。